長年発売が期待され、そして待ち続けられていた歴史シミュレーションゲームである、ヨーロパユニバーサリス V、ついに、それらしきゲームがケントトークスという形で、パラドックスインテラクティブからの開発日記として現在公開されています。発表された情報だけではありますが、少しでも皆さんにわかりやすく伝えるために、一部の情報を抜粋し、わかりやすくまとめてお伝えしていきたいと思います。最初にこちらが今回の動画で紹介する要素になります。シャープ1市場おさらい。こちらの市場ではまず、中心地が存在し、その場所の所有者がその市場を管理します。すべての場所や沿岸地域は中心との距離や外交関係などによっても変化し、最も適切な市場として機能します。市場には商人も存在しており、商人の能力はその市場が持つ貿易インフラによって決まるようです。ただし、市場には商品が無限に供給されるわけではないため、商人の力は市場からの輸出がどの順序で実行されるかに影響されます。他にも供給と需要が存在しており、例えばビールですが、安ビールの場合は需要以上に市場にあると問題が生じます。市場の商品供給はいくつかの要因に依存します。RGO からの出力、建物からの出力、基本出力、ブルジョワ出力の4つがあります。基本出力は粘土や木材など、一部の商品は全ての市場で生産されます。もちろん、これを増やすための建物も存在します。また、市民たちも独自に取引を行う場合もあります。次に、遠くの市場からの交易について見ていきましょう。市場間の距離が遠ければ遠いほど、各商品の出荷に必要な容量も多くなり、維持費も高くなります。さらに、ボスポラス海峡やエーレ海峡などを通過する場合には海峡通行料などもかかります。それが嫌な場合は、外交などで通行料の免除を求めることも可能です。そして、イスラム教やヒンドゥー教などの宗教によっては、豚肉やワイン、お酒などが輸出入できないこともあります。シャープ2収入。まず、ほとんどの国の収入の大部分は税金から得られることになるようです。すべての領地に課税基盤が存在し、この領地には徴収できる税金の上限があります。これは法律や特権、国内でどれだけの権力を持っているかによって上下します。こちらの画像では税基盤が徐々に増えていくのがわかります。徴収する税金が高ければ高いほど、満足度の均衡は低くなります。税金に対して影響を与えるものとしては、聖職者への課税を制限するカトリックや、貴族の領地特権などでは、支払う税金を減らすことがあります。鋳造も存在し、やりすぎるとインフレが発生するなどの悪影響もあります。こちらが全体の収入の画像です。ローンなどで銀行からお金を借りることもできますが、自国ローンでは階級からお金を借りることができます。それ以外にも、外交範囲内に銀行国がある場合は融資を依頼することも可能です。ただし、期間内に返済しなければ再度とローンを借りられなくなることもあります。開発者によると、銀行国からお金を借りながら、その銀行国を征服すれば踏み倒すことも可能なようです。シャープ3支出。まず、宮廷費用というものが存在することがわかります。これは経済に直接影響し、通常よりもゴールドの使用を少なくすると、正当性またはそれに相当する政府の権力が時間の経過とともに低下します。支出が増えるほど、正当性が増加する可能性があります。ここでの支出は進歩、法律、その他の要素に影響します。次に、常備軍と海軍の費用がありますが、支出が少ないと能力が下がります。砦の維持費もこのゲームの経済的支出の一つです。次に、文化と呼ばれるルネッサンス時代に利用可能になる新たな概念で、お金を投資することで、名声やまだ未公開の何かを手に入れることができます。その他にも、植民地にも支出が必要です。次に、安定度への投資です。必要な投資額は国の大きさによって異なり、様々な法律や社会的価値観に影響します。安定度自体は100から100の範囲で、自然に0に向かって減少します。こ
こちらの画像のように重要な点として、食料が不足している州では地元の市場から食料を購入しようとするそうです。シャープ4生産。まず基本として建設に必要なものは、まず原材料が必要です。原材料は各地で自然に取れるものや、そこから原材料を増やすための石切り場などで増やすことができます。原材料を使用することで、紙などに加工することができます。そして、建物はこのゲームで非常に重要な要素であり、何百もの異なるタイプの建物があります。田舎でしか建てられないものや、町や都市が必要なものもあります。港でしか建てられないものや、他国でしか建てられないもの、場所の所有者がいない場合のみに建てられる建物もあります。さらに、宗教、文化、地域、特定の国家に固有なものもあります。基本的に建物は、商品を生産できる建物、高価のみを与える建物、エステートのみに建てられる建物の3つのカテゴリーに分類されます。建物の生産品は合計で約70種類あり、軍事に必要なもの、POP だけが必要なもの、建物に必要なものなどがあります。町や建物の生産建物はゲームの最後にはギルドやワークショップから製造所や工場に変わります。これらの建物では、製紙ギルドから鋳造所など全てが含まれており、生産建物は一つ以上の種類の商品を出力します。また、純粋に効果を与える建物もあります。これらには、貯蔵できる食料の量を増やす国葬、識字率を高める図書館、様々な種類の砦、人材を訓練する建物、造船に役立つ港湾建物などがあります。生産方式なども存在します。基本的に建物は助成され、徐々に POP を昇進させていきます。最後に、建物の収益はその土地の税基盤に追加され、その場所の人口の力で分割されます。また価格を操作したい場合や POP に他の作業をさせたい場合などは、いつでも建物を営業したり停止したりとすることができるそうです。生産方式の自動化などの仕組みや、マクロにやりたい人はマクロにやることなどもできるそうです。まだ説明し足りない部分もありますので、好評でしたらパート2を作成したいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。またいつかの動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。